皆様、本日はようこそ宝塚大劇場へお越しくださいました。月組の玉木亮です。ただいま小池秀一郎殉職演出、三井住友ビザカードミュージカルエリザベート愛と死のロンドン二幕を指揮笹田愛一郎により開演いたします。被告ルイジ・ルキーニ、イタリア人テロリストエリザベート皇后殺害の罪で逮捕。刑務所独房内で自殺を図った。俺はもうとっくに死んだんだ。いい加減にさっさと地獄でも天国へでもやってくれ。ダメだ。皇后殺害の理由を述べぬ限りこの煉獄を出すわけにはいかない。毎晩毎晩同じ質問ばかり。俺がここにいる間にハプスブルク家はとっくに滅んじまったぜ。理由を述べよ。皇后本人が望んだんだ。バカな、ありえない。証人だっているぜ。誰だ。ハプスブルクの黄昏にエリザベートと一緒に生きた連中だ。さあみんな眠りから覚めるんだ。起きて語っておくれ、あの人のことを。そう、エリザベート。我が妻エリザベート、すべて彼女のためにしたことよ。私たちいつも顔を隠していた。ママと僕は似ている。分かり合えるはずだった。一人ぼっちさまよい何を求めてた。誰も知らない真実エリザベート。誰も知らないその愛エリザベート。誰も知らない真実エリザベート。誰も知らないその愛エリザベート。注目、黄泉の帝王とうと閣下、またの名を。天使の歌は喜び、悪魔の歌は苦しみ。人が歌うその歌は私を燃やす愛。人の命を奪ってもて
うのさ冷たくただ一つの過ちは凍えの愛だ何の話だルキーニ。愛だ死だと夢物語はよせ。見えないんですかい裁判官殿。とうとう閣下までお出ましくださったのに。精神錯乱のふりをして逃れようとしている。俺はマジだぜ。最後の質問だ。黒幕は誰だ。閣下話しちまっていいんですかい。東京ルキーニ。エングランデ・アモーレ偉大なる愛だ。エリザベスエリザベス鳥のように自由に空をかけ永遠の青の天空を行けるなら私は喜びのうちに褒めたたえよう自由という名の神を。シシマムフランス語の時間よ。はーい。お昼には親戚が集まる。ママは言うことあるらしい。堅苦しい場所から逃げてみたいわ。家庭教師の目を盗みパパ一緒に連れて行ってよ。無理だよ。パパの趣味は全部好き。仮には子供だ。夢を詩に書き留め馬術の競争パパみたいになりたい。人生は短すぎて退屈してる暇などない。それにパパは親戚付き合いが嫌いなんだよ。私も、今日は木登りは禁止なの。の前はおてんますぎるよ。綱渡りの練習も姉さんは花嫁修行。弟たちとはサーカスごっこができる。気をつけろよ。家庭教師の目を盗みあとは知らない。どうして連れて行ってくれない明日の午後には帰るよ。外国に旅するのね。もう行くよ。自由に生きたいジプシーのように気まぐれにアデューシシ。望むままいい子でな。パパみたいに生きたい。もうフランス語なんて大嫌い。私がプリンセスでなければサーカスに入って曲橋になるのに綱渡りや空中ブランコもお見せしましょうか。まずはブレブレブレマツだブレだのワンヘレヌはい
ありますのよ。もったいつけて気取りまくって我が家のトピックスなんだろう。娘のヘレネ美人でしょ。花嫁修行完璧です。うちの娘もっと綺麗。ヘレネを連れてバトイシュルに温泉別荘地よ。勝手にいらっしゃれもそこで会うのは姉のゾフィーよ。メイのヘレネに用事があるの。姉のゾフィーは皇太后様。ヘレネはそこでお見合いなの。娘のヘレネはオーストリー皇帝フランツ・ヨーゼフ一世陛下の妃になりますの。オーストリー皇帝の妃？はい、誰がヘレネが父親は一体どこ行ってるんだ。偉くなりすぎるわ。いや、皇帝の親戚になれるんだ。見て、シシが木に登ってる。みんな見てて。シシやめなさい。シシ危ないわ。シシ危ない。その瞳が胸を焦がし眼差しが突き刺さる。息さえも俺を捉え凍った心溶かす。ただの少女のはずなのに俺のすべてが崩れる。たった一人の人間なのに俺を震えさせる。お前の命奪う代わり生きたお前に愛されたいんだ。禁じられた愛のタブーに俺は今踏み出す。心に芽生えたこの想い体に刻まれて青い血を流す傷口はお前だけが癒せる。返してやろうその命を。その時お前は俺を忘れ去る。お前の愛を勝ち得るまで追いかけよう。
どこまでも追いかけてゆこう愛としのロンドンまさかシュッ生きてる。シュ待って誰に言ってるの誰もいないわよ幻覚だろう。確かにそこにいるわあなた我が子ね私にだけ見えている幻を見ている。誰かは知らないでも覚えてる熱が助けてくれたのさあ横になりなさい神様が助けてくださったのよグランデアモーレ。黄泉の帝王は恋に落ちてしまった。死が人を愛する。じゃあ人が死を愛するなんてことがあるだろうか。だがそうでないと二人は結ばれない。帝王っていやもう一人、ウィーンには若くてハンサムな皇帝フランツ・ヨーゼフ一世がいる。彼の支配は5つのグループにより成り立っていた。起立している兵士たち、腰掛けている役人たち、ひざまずく聖職者たち、そして忍び足の密告者たち、さらに宮廷でただ一人の男だと言われている皇太后ゾフィー。彼女の助言は絶対だ。強く厳しく冷静に冷酷に皇帝陛下は覚悟多忙で親身すべてに義務を果たす。ウィーン大司教ラウシャード。今日も会を襲う過激派を弾圧粛清してください。なんてことなの。許可する。皇帝陛下は覚悟多忙でハプするすべての安泰。一人の母親。息子は自由と叫んだだけ結構ね。ご慈悲を陛下死刑はやめてもし選べるのなら官僚で善意の冷静にと呼ばれたい。冷酷に冷静に冷酷に却下。お願いですご慈悲をまだ何かグリュンネ伯爵。クリミア戦争の情勢についてシュバルツェンベルク公爵が。我が国はロシアにつくべきです。ロシアは革命抑えてくれた。借りを返すチャンス、そのついでにトルコの一部を我が領土に。どうだいグリュンネ伯爵。イギリスが黙って
決断を。オーストリー皇帝は何も決める必要はありません。皇帝陛下は何も可能で真に全てに義務を果たす。答えながら生きまれ陛下、バートイシュル行きの馬車がお待ち申し上げております。皆様謁見終わります。しかしロシア大使にはなんと。戦争はよその国に任せましょう。幸運なオーストリーは結婚を。皇帝陛下に神のご加護。陛下、お見合いに行かれたのですよ。参りましょう。暑い暑い。よいしょっと。マクシミリアン公爵一家はバイエルンからバートイシュルまで旅をした。こっち向いてフルネ。母はウキウキ、綺麗よ。どうしよ娘はドキドキ、う。大丈夫。父はこっそり、待ってパパ。妹はうんざり。退屈。暑いったらありゃしない。バートイシュルの夏は暑い。今年は特別。妹ルドビーカ、姉のゾフィー、ついにご対面。遅れたわね。この暑さよ、少し休みたいわ。とんでもない。陛下はすぐに顔を見せなさい。一体夫はどこにいるの？シシ、知らないよ。いいえ。ひどいドレス、変な部屋。変えます。もう無理。皇帝陛下を待たせるなんて。計画通りうまく運ぶわけはない。予定通りいかない。番狂わせ面白い。陛下、妹のルドビカとお久しぶりです。姉娘のヘレネ。いや、妹娘のエリザベート。シシ。陛下、母親たちがしゃべるだけで娘は汗だくだ。ついに皇帝が一人だけで決断を下す。フランス、正直におっしゃい。どう彼女、あなたのいとこよ。もぎたてのフレッシュでなんてロマンティック。瞳はアーモンドでイチゴの暗算型だわ。今宵彼女と踊ろう。それじゃあそう言いなさい。さっさっさ。何？おお！計画通りうまく運ぶわけはない。予定通りいかない。番狂わせ面白い。計画通りうまく運ぶわけはない。予定通りいかない。番狂わせ番狂わせ面白い。シシ、いや
エリザベート、オーストリーの皇后になってほしい。最初に一つ話すことがある。皇帝は自分のためにあらず、国家と市民のため生きる。険しい道を歩む者、妻となる人にも等しく重荷が待っている。それでも君がついてこれるなら、嵐も怖くはない。なんてお答えしたらいいのかしら。急すぎるね。あなたの気持ちはよくわかるの。ありがとう。時間をかけて育もう。愛という名のつぼみをプレゼントあげよう。愛の証なんだ。もったいない。つけてごらん。とても重い。どんな山並みもあなたと登るなら、嵐も怖くはない。好きだ愛を育もう。計画通りうまく運ぶわけはない。予定通りいかない。番狂わせが面白い。かっか。予定が狂うのは俺じゃない、ハプスブルク家だ。ウィーン・アウグスティン教会、1854年4月24日午後6時半。どういうわけか、黄昏時の結婚式。なぜって、とうと閣下が影の司祭だから。すべての不幸をここに始めよう。すべての不幸はここに始まるのだ。ハプスブルクの栄光の終焉。ハプスブルクの栄光が終わる。誰一人知らぬ帝国の滅亡。誰一人知らぬ帝国の滅亡。少しずつ教えよう災いの源。少しずつ知るだろう災いの源。不幸の匂いを人は嗅ぎ分ける。不幸の匂いが密かに近づく。サイは投げられたお前の過ち。サイは投げられたお前の過ち。エリザベすべて汝の意志であることに間違いはないか。
結婚は失敗だ、愚かな選択だ。宮廷で獅子は窒息してしまう。恋は盲目、フランスは選び違えた。マザコン皇獅帝子がぶっ潰した私の計画。その役割果たせそうにない。あいつは娘に合わないの朝娘に会わない。立派なし長い説教だった。皆さん花嫁はいかがですか。優しい人を愛らしいも家柄はダメ構わないさ。あの子は落とした落としたらしい。馬車を降りるときに足を踏み外し王冠をしたあなたは。覚えておいでですか。いいえ、どこかでお会いしたような気もしますが。あなたの愛を巡って皇帝陛下と争う。あなたは彼を選んだ。私から逃れて二人の愛は見せかけ陛下の腕に抱かれてあなたはそっと私にも微笑みかけている。嘘よ。最後のダンスは俺のもの。お前は俺と踊るその
ハプスブルクは朽ち果て、広間の客は息を止め、お前と俺のデュエットをじっと待ち焦がれる。最後のダンスは俺のもの、お前は俺と踊る定め、闇の中から見つめている。最後に勝つのはこの俺さ。最後のダンスは俺のもの、お前は俺と踊る定め。最後のダンスは俺のもの、お前は俺と踊る定め。闇の中から見つめている。最後に勝つのはこの俺さ。闇の中から見つめている。最後に勝つのは俺黄泉の帝王獅子、どうしたお前、顔色が悪いよ。どうぞ私をお守りください。みんなが見ている。さあ、皇后らしくするんだ。あなたがいるなら嵐も怖くない。そして二人は愛の夜を迎えたのでした。めでたしめでたし。と行くはずが何事も予定通りには運ばない。さて翌朝、早速おいでなった。皇后はどこ？まだお休みでございます。早く起こすのです。はい。まだ若すぎるわ。叩き込まなくては。あの子に必要なのは従うということ。田舎者なのね。本当しつけが悪いわ。悪い。自分のことで精一杯気分を忘れてる。皇后の務めは自分を殺して全てを家に捧げること。ごもっとも。おはようございます。何か？なんて寝坊なの。まだ5時です。怠けてはダメよ。疲れが取れなくて。毎朝5時きっかりに全て始めるのよ。陛下が言われたゆっくりお休みと。ゆうべのあなたはぐっすり寝込んだそうね。違います。聞いたのよ。
陛下が言うはずない。私には隠さない嘘だわ、強い絆でまさか結ばれてる。親切で言うのよ、わかります。争いたくない。私もしきたりに従いなさい。全て許可がいるわ。馬に乗ります。ダメよ、危ない。皇后らしくない。そうです。なぜなの？古いしきたりを守らなくてはいけない。皇后の務めは自分を殺して全てを王に捧げること。顔笑ったの、これからします。顔見せて口を開けて黄ばんでいるわね。磨きますわ。回す白になるまで。乗馬も許されず荒探しばかり。皇后教育よ、あまりにも無作法。私を妬んでる。馬鹿げたこと言わないで。私謙虚になるのよ。私はダメよ、フランス助けて、あなたが頼りよ。皇后お母様がいじめるの、ここはのどくよ。母上、僕は君の味方だ。でも母の意見は君のためになるはずさ。わかったかい？強く分かったわ。厳しく。あなたは私を見殺しにするのね。獅子、出てって。おとなしいお妃なんてなれない。かわいい人形なんてあなたのものじゃないの。この私は細いロープたぐって登るの。スリルに耐えて世界見下ろす冒険の旅に出る。私だけ義務をしつけられたら出てゆくわ。私捕まえるというのなら飛び出してゆくわ。鳥のように解き放たれて光目指し夜空飛び立つ。でも見失わない。
と話す相手私が選ぶ誰のものでもないこの私はありのままの私宮殿にはいない誰にも束縛されず自由に生きるのたとえ桶に嫁いだ身でも命だけは預けはしない私が命委ねるそれは私だけ返してやろうその命をその時お前は俺を忘れ去るお前の愛を勝ち売るまで追い詰めよう閣下またしてもエリザベートを生きながらえさせた。しかし彼女はそんなことは知らない。目の前の困難な現実しか見えないのだ。結婚1年目皇帝は忙しい。新妻一人待ちぼけ。2年目に女の子が生まれた。子育ては義務じゃなかった。娘はどこ引き取りました。返してくださいお断りよ。知らない間にゾンビなんてあなたの名をつけて今もです聞いてお母様が娘盗んだ答えられないなんとかして大丈夫だよママの方が経験豊富だ任せよう。わかりましたあなたは譲り合おう。敵だわ分かってくれ。仕方がないんだ。子供を返して3年目にまた娘が生まれその子さえも奪い取られた。今後はついに気づき始める。その美貌が役に立つと君の美貌が力になる。一緒に来てくれハンガリーへ。子供たちを返したならどんな遠くへも参りましょう。まず子供たち母上に返してちょうだい。掛け合うよ。4年目にとうとう子供たちを取り返し皇天祭はハンガリーへ旅
旅に出かけた。そこではおーい、馬車が来たぞ。オーストリー皇帝が着くぞ。同志諸君、旗の用意はいいな。皇帝が演台に立ったら一斉に立てるんだ。エルマ、ハンガリー一の古い家柄の貴族がいいのか。ああ、父は反逆罪で処刑されたんだ。息子が独立を勝ち取る。ステファン、協力してくれ。よし。皇帝だ。皇帝陛下の御ためにハンガリー語で万歳三唱をいたしましょう。エーアン・フランツ・ヨーゼフ。エーヤン・フランツ・ヨーゼフ。ハンガリーに独立を。独立を。スブルクはウィーンへ帰れ。やめろ。さあ帰ろう。待ってフランツ。三色旗だ。三色旗を着ている。エーヤンハンガリー。エーアン・ハンガリー。エーヤン・エリザベー。エーヤン・エリザベー。エルバー。ジュラ、しっかりしろ。ステファン、やめろ。それはハンガリーの誇りだ。誇りは皇后の手に落ちた。これからどうすればいい。畜生、ネギツネめ。エルバ、射止めるんだ。はい。長い沈黙の時は終わったのさ。君たちは立ち上がる。一人の女が国を動かすぞ。見過ごす手はない。行けウィンへ。闇が広がる。人は何も見えない。誰かが叫ぶ。声を頼りにさまよ。エリザベートの美貌はハンガリーでは大いに役に立った。皇帝夫婦はウィーンに帰ってきた。ウィーンのカフェではみんなが退屈してる。どうぞ。何かニュースはあるわけない。皇帝陛下帰ってきたよ。ハンガリーでは皇后陛下すごい人気で危機を救ったと本さ。当かい。エリザベートの美容法はミルクの風呂と蜂蜜パック。わお。卵とオレンジでダイエット。驚異のウエスト50センチ。OK のニュースにはうんざり。退屈しのぎにぴったみんなが退屈しているうちにも月日は経っていく。
ある日遠方からお客様が来た。何かご用で？待ち合わせです。会ったことのない人でヨハネの黙示録を読んでいるはずです。それならはじめまして、ゼップスです。お手紙ありがとう。我らは同志オーストリーに味方がいる。心強い限りちょっとこちらへ。このお店ならば安全だろう。みんなだらけて退屈してる。あなたが出してる地下新聞みんなに配って目覚めさせよう。眠れる市民を起こして帝国政府を倒そう。今日はビッグニュースがあるぞ。皇后が男子を出産。皇太子の名はルドルフ。姑の君が連れて帰ったよ。かわいそうな東大シルドルウィーンのカフェにゃいろんな人が集まってきている。どこかで一度会ったはずの人にも再会できるよ。あなたがここに。奇遇です。どうぞ我らのお仲間に。本家のニュースにはうんざり退屈しのぎにピリカリ眠る市民を起こして帝国政府を倒そう。眠る市民を起こして帝国政府を倒そう。よし、計画を説明しよう。みんな聞いてくれ。はい。エリザベート開けておくれ。君が恋しいそばにいたい。今日も問題ばかり。フランスとの外交財政は破綻したまま戦争は続いてる。革命の処理チフスの流行君の優しさで僕を包んでほしい。安らかに眠りたい。せめて今宵だけは開けてくれ。心優しいエリザベート。お母様が聞いてくれるあなたの話ならシシ許して。どうしてルドルフにひどいしつけを。聞いてない。体罰よ小さな子を鞭で打つの。しきたりだ。古すぎるもういいわ。どちらかを選んで。お母様か私か。それは正式な最後通告です。私を失いたくないならその条件を飲んでください。
子供の教育を任せてほしいの。自分の子供に何をして何をさせるか、たった今から私が決めます。よく読んでご決断ください。お母様か私か。それでは一人にしてください。エリザベート泣かないで、おやすみ私の腕の中で。今こそお前は自由になれるのさ。終わる時のない永遠の世界へ。エリザベート行こうよ二人で。いやよ逃げないわ、諦めるには早い。生きてさえいれば自由になれるわ。出てってあなたには頼らない。ミルク、ミルク。どいて。ちゃんと並べ。これだけ？最後の一缶だ。もうないの？糖分が入ってこないよ。赤ん坊がいるんだよ。4人がいるんだ。在庫がないんだ。今日もまだ品切れ、どうしてないものはないんだ。赤ん坊のままじゃ帰れない。家に赤ん坊が待ってる。俺たちが話す風、気持ちいい時に贅沢を持て余す奴らがいる。そうミルクはどこに行った？あるところにはあるさ。それはミルク風呂に入ってる交互。そうそうならば真実だ。恥知らず新聞に書いてある。子供が病院がその美貌が国を救う。外国で受けるより国を見ろよ。市民よいから俺たちを見捨てるの復讐する立ちの。上がる時皇后の美貌が国を救うなんて誰も信じないさ。そうだろう。今時は彼女に知らせな
闇が広がる人は何も見えない誰かが叫ぶ声を頼りにさまよ急いで。ミルクをこぼしてはダメよ。さあ早く。皇后様はお待ちかねよ。お風呂の時間よ。早く運びなさい。ミルクが冷めないうちにお背中を流す。パックの準備はあります。シャンプーはできた。ここに卵の白身にこんにゃくを3杯。完璧ね。皇后の務めは不動に磨きかけ。最後は大事を出せるの。陛下は毎日卵3個とオレンジ2つしか召し上がらず、1日最低3時間の機械体操に励んで体型を維持しておられるのです。皇后の務めは美貌に磨きかけ、国の意志世界に示すため。陛下、珍しい。こんな遅い時間にどうして。皇后はどこに話したいことがある？奥でお串を整えておられます。お声は聞こえますでしょうから、どうぞお話しください。君の手紙何度も読んだよ。君の愛が僕には必要。君なしの人生は耐えられない。息子の教育君に任せる。他の希望もすべて通そう。君が望むものは君のものだ。感情を抑えるのが皇帝の義務だ。だが君を失うくらいなら信念も破ろう。嬉しく伺いました。陛下と共に歩んでまいります。ただ私の人生は私のもの。お前に命許したため生きる意味を見つけてしまった。私の命お前しかが言えない
綺麗な姉ちゃんがいたぜ。そこのあなた、もしかしたら取られちゃうかもって意識してたんじゃないの？まあ今日は俺もカメラ意識しちゃってんだけどね。さあ寄って寄って、かっこよく撮ってくれよ。さあ姉ちゃんも笑っていいですか？はい、ハートが出ますよ。この写真はエリザベート皇后のもとに送らせてもらうぜ。なぜかって、エリザベートは世界中の大使に命令した。国で一番美人の写真を送るようにと。本当だぜ、集められた写真は2万5,000枚。信じられる？なぜこんなに美女の写真ばかり集めたのかわかる？鏡に映る自分の顔とどちらが綺麗か比べたのさ。キッズ、彼女は知ってた。キッズ、美貌が衰えるとキッズ、権力が失せるほど。さあ皇后陛下に送る写真をもらうぜ。いいね。エリザベートの美貌はハンガリーでは大いに役に立った。ウィーンでは相変わらずソフィーが牛耳ってる。でもハンガリーではエリザベート人気は最高潮。皇帝は独立運動に押され、ハンガリーに新しい国を作ってあげた。偉い！でも国王には自分がなった。エリザベートは王妃になる。オーケー！国が変わってもキッズ、王様は同じ。キッズ、エリザベートはキッズ、ハンガリー王妃になる。ブダペストのカテドラルでは間もなく戴冠式が始まる。人々は熱狂している。ただし自治権を認めてくれた新しい王様に対してじゃない、影の功労者女王様に対してだ。だがしかし喜んでいない人もいる。とうとうやったの。とにかくハンガリーは自治権を勝ち取ったんだ。本気でそう思ってるのか？オーストリー・ハンガリー二重帝国と言ったって主導権はオーストリーが持ってる。そうだ、あの皇帝を倒さない限り真の独立はありえない。だがそれでも一歩前進したことは事実だ。さあ、そしてハンガリーは皇后の美しさに騙され続ける。始まるぞ。さらば悲しみよ、ええやんええやんエリザベート。新しい喜びにええやんええやんエリザベート。我らを救いしええやんええやんエリザベート。我らを導けええやんええやんエリザベート。エリザベート。草に分かれて新しい風は引き継ぐのだ。ここより始めましょう。二つの手の友情。今も打ち明け出せ。お前が微笑んでいられるのは災いの種はお前自らがまいたのだ。もう誰にも歯車を止められはしないさ。今
もめよ嵐の夜もそばにいよ私はもう一人で飛べる自由になるのよ俺だけあがなたが自由を自由を与えることができるやっと歩き出した私だけの道を邪魔しないでどんなに強く拒んでみせてもいつか俺を求める手を取って俺と踊るんだ俺が望む時に好きな音楽で踊るなら命果てるその時でも一人舞うあなたの前で歩いて行けるわお前には俺が必要なんだ一人でももうすぐに愛し始憎みめた出す人生を踊るなら選んだ相手と踊りたい時に好きな音楽で踊るならこの世終わるその時でもただ一人愛する人と踊るなら全てはこの俺が選皇太子ルドルフ殿下ママどこなの聞こえてるの寒いんだ抱きしめてよみんなが言うんだママの邪魔だってそばにいてはいけないのママお部屋は真っ暗なんだ目が覚めると怖いんだ泣いても誰も来ない僕は一人ぼっちママには聞こえない誰友達さ呼んでくれれば来てあげる本当必ず僕はなるんだ強い英雄昨日も猫殺した勇気試したんだよでもちょっとかわいそうママどうして旅に出るの僕も
我慢できない君主制の危機、息子取られたわ皇后の命、彼女の勝利よ。深刻な事態、解決をすぐに皇后に乗っ取られる。教会嫌いミサに出てこない、教育にも批判的すぎる。ハンガリーの進歩派と組んで大臣を勝手に任命したぜ。レギツネめ小皇帝陛下は気づいていない、君主制の危機だと解決をすぐに皇后に乗っ取られる。まあわからないでもないがね。なぜ陛下とて男ですから。ああ、彼女はきれい。綺麗な女なんてたくさんいるわ。お、なるほど、面白い。アイディ目には目、剣には剣女には女を皇后以上の美人を。でも一体どうやって見つけましょ簡単です。ウィーンには紳士の社交場、若い女の子がわんさといるサロンがたくさんございます。う。召喚ね、そんなところに陛下が足を踏み入れることはまかりなりません。私がお連れしましょう。秘密のクラブが。とんでもない。それじゃ良い手がございます。宅配を取るのです。レストランからピッツァを取るように。なるほど。それなら取ったことあるのね、大司教様。いやちょっとよろしい、宅配を許可します。ただし人目に触れないようにね。スキャンダルはごめんよ。お任せあれ。我らの勝利は彼女に勝つのだ。勝つぞ。陛下、いや、本日の昼食会は趣向を凝らしてございます。おう、何の料理だ。宅配を取りました。どんな鳥と魚でございます。マダム・ボルフのコレクション。遠慮せず気取らずにどうぞ召し上がれ。そんな小でしよ今が食べ頃。味付けも食べ方もあなたの好きにお好み次第なの。マダム・ボルフのコレクション。マリーはペッツェ、ラミーはピッチ、タチアナはダイナマイト。お年寄りにはミツイがいるわ。そしてスペシャルはマデレーヌ。どこかで見たような怪しい美しさ。
遠慮せず恥知らず召し上がったのねこんな偉いお方でも男は男よくよく満たされたらたまにお代いただいて帰るの撮った写真は誰に送ろう？なんというハレンチなスターレ皇后様は何か召し上がった？いいえ何も大層ばかり陛下聞こえます？入ってもよろしい？いいえおやつれのご様子だと伺ってきました何か召し上が食べてないスープさらに食べない体操ばかり続けてはお体に触る入りますリーヒテンシュタイン皇后様体操はもうおやめになってくださいお医者様をドクトル・ゼーブルガーがゾンビー様のところにいるわはい一層さん早く大丈夫でございますかお怪我はございませんかこんなにおやつでだから申し上げましたのにドクトル・ゼーブルガーがお越しです。先生どうなさった？貧血でしょう何も召し上がらず体操ばかりゾンビー様や私の言うことなど一つもお聞き入れにならないのです下がりなさい皇后様二人だけにしてください。脈は大丈夫よ微熱が普通よ青い顔色倒れるほどのダイエットどうして続けるのその美しさ保って皇帝陛下引きつけるソフィーに勝ち生き残る虚しい戦いだ陛下は私を愛してくださる彼を信じてるのかもちろんよ甘すぎる英雄色を好むというだろう陛下だって誰かいるのもし裏切られたらどう生きてゆくありえないわこれは王宮の中で撮影されたものですな陛下の寝室ですこれが彼の愛なんだどうすればいいの私生きていけない死ねばいいあなたは今こそ出かけよ予備の国へお前を愛する俺と二人で待ってよこの先彼には
愛しちゃいないお前が愛するそれはこの俺だ。あなたが本当に死だというなら私の命を奪うがいい。でも愛することはできない。出てって。それは今に死にたい時が来る。失意の皇后陛下は当てのない旅に出た。ウィーンではみんなが心配して待っている。いつになったら帰ってくるだろう。治療のためなんて言いながらヨーロッパ中旅を続けてる。二度と過ちは犯さないよ。ひたすら帰りを待っているよ。皇后様はひとときも休まず歩き続けられる。一日に8時間もついてゆくだけで身がもたない。アイルランドに地中海へギリシャの島に別荘を建てた。ブダペストによく行くけどウィーンの街には寄りつかない。瞬く間にも年月は過ぎる。ついにあの俗に寿命が来たよ。だが敵がいなくなってもエリザベートは帰ってこなかった。母上はもういない、帰っておいで。今も君だけを思っている。皇后様気の向くまま命の時は落ち着かない。馬に乗りこれを掴み列車を乗り継ぎ次はどこへ。皇太子は聖人、母の愛に飢えて父親は厳しく家族はすれ違い。皇后が忙しいもう一つの理由、それは病院訪問だ。陛下、わざわざの運び光栄でございます。ウィンレッシュだ。さあこの自ら手を差し伸べ誰か止めるんだ。大丈夫のよ。どうしてひざまずかないの。私はエリザベー申し訳ございません。ト。いいえ大丈夫。よく見て私がこのエリザベート。
あなたこの人嘘をついてる本当よおやめなさい誰か追い出してちょうだいやめさせろレイレイよもし変われるなら変わってもいいよ私の孤独に耐えられるならあなたの魂は自由だわそうよ自由私の魂は旅を続けても束縛されたままあなたの方が自由鳥のように解き放たれて光目指し夜空飛び立つでも見失わない私だけ失礼彼女が旅を続けている間にも家族の間ではとんでもないことが起こり始めていた。父上、なぜお分かりいただけないのですか。このままではハプスブルクは倒れる。古い帝政を廃し新しいドナウ連邦を作る。諸民族を抑えるにはこれしか方法はありません。ルドルフ、お前はいつから急進派の手先になったのだ。よりによって皇太子からそのような言葉を聞こうとは。私が生きている限りハプスブルク600年の歴史は途絶えさせない。考えを改めないなら皇位継承を考え直さねばならぬぞ。長い沈黙の時は終わったのさ。君は思い出す子供の頃のあの約束は君が求めれば現れる。友達を忘れはしない。僕は今不安で壊れそうだ。そばにいてやろう。闇が広がる。人は何も見えない。誰かが叫ぶ声を頼りにさまよう。闇が広がる。この世の終わりが近い。
舵を取らなくては僕は何もできない縛られて不幸が始まるのに見ていていいのか未来の肯定兵か我慢できない闇が広がる人は何も知らない誰かが叫ぶ革命の歌に踊る闇が広がるこの世の終わりが近い見過ごすのか立ち上がれよ王座に座るんだ王座闇が広がる今こそ立ち上がる時沈む世界を救うのはお前だ闇が広がる固定のループは立ち上がる見覚えのある店でしょう。彼らの放棄は今や秒読み段階に入っています。おい親父都会ワインを出すハンガリーのなはいはいハンガリーに独立を。殿下ダメだった父は説得に応じなかったよ皇太子がハプスブルクの崩壊を防ぐため独立運動と手を結ぶ必要があるのだドイツが狙ってるそうだ帝国の分裂をその前に新しい連邦新しいのナウレンを組み直そう帝国征服を倒す時だ今なら救えるハプスブルクだが私は反逆者救世主になれる違うハンガリーの王冠が待つハンガリー国王チャンスはないぞ
これがハプスブルク家の後継者のしたことか。父上、私はもう何も言うな。聞きたくない。事件は内密に処理した。だが皇位継承は難しいぞ。意気消沈しているルドルフのところにやっと待っていた人が帰ってきた。ママの帰り、いつも待ちわびてた。二人きり話がしたくて、僕たちは似た者同士だ。この世界で安らげる居所がないよ。僕はママの鏡だから、ママは僕の想いすべてわかるはず。わからないわ、久しぶりなのよ。打ち明けるよ。最悪の事態に落ちてしまったんだ。孤立無縁、誰も助けられない。ママだけがパパを説得できる。ママは昔ハンガリー助けたドナウレンを、今ハプスブルクを滅亡から救える道はない。ごめんなさい、ルドルフ。陛下には頼めない。あなたはもう大人、その手で解決できる。おやすみなさい。もうこれ以上生きるあてもない。死にたいのか。
ママは自分を守るためあなたを見捨ててしまった。この罪は消せない。皆退出するように。私たちは鏡同士、この世で休めない。今あなたは最後に安らぎを得たのね。あなたね、息子産まった。これ以上待たせないで、苦しめないであげるわ。命を死なせて。まだ私を愛してはいない。死は逃げ場ではない。たった一人の人間なのに、俺を震えさせる。お前の命奪う代わり、生きたお前に愛されたいんだ。禁じられた愛のタブから俺はもう抜け出せない。心を締めるこの想い、体に刻まれて青い血を流す傷口はお前だけが癒せる。まだ受け取れないその命を、俺のこの愛を求める限りはお前の愛を勝ち得ようと追いかけてきた。いつまでも追いかけ続ける。愛と死のロンドン。どうだいみんな、新しいウィンの土産物だ。皇帝と皇后の顔のマグカップ、人は知らない悲しみを抑えた微笑みを。100年後にはこ
こんなものがすごい価値を呼ぶお買い得だ。キーチ100年後にはコレクターズアイテム。おい、ごめんよ。皇帝夫婦のすれ違いは続いていた。ずっとね、100年後なら珍しくないけど当時はキッチュな夫婦。夫は妻に何を、妻は夫に何を求めた。エリザベートの愛はどこにあるの。夫は妻の旅先を尋ねた。わかっているだろう。なぜ私がここへ来たのか。分かっていると思います。戻っておいで獅子。私たちは一つなんだ。何年別れて住んでいても愛はすべての隔たりをも越えられる。ささやかな幸せつかみたい。皇帝陛下が人生のゴールは寄り添いたい。二つのゴールよ。一度私の目で見てくれたなら、君の誤解も解けるだろう。夜の湖を行く二隻の元のような私たち。近づくけれどもすれ違うだけで、それぞれのゴール目指す。もう分かってけようとして君が必要だよ。信じてまかれ愛で見失う。愛している。それぞれの港探しすれ違う。二隻の元のように君の港わからない。でもずっと誰かが待っている。どこなんだい。いつかたどり着くところ。キッチ永遠のすれ
れ違い夫婦。時間だルキーニ、間もなく平定するぞ。待ってくれよ、まだ終わっちゃいない。皇帝が皇后を愛していたから暗殺したとでも言うのか。そうとも言える。はぐらかすな。まだ最後の証言が残ってるぜ。さあ、すべての証言燃える時が来た。まだ答え見えぬエリザベートの愛、よぎの音色ごと皇帝フランス、二人の男が一人を愛する。とうと閣下と皇帝陛下の最終答弁。エリザベートは私の妻だ。生きてるうちさ、ソリア皇后にした。エリザベートの魂、お前には救えない。なぜわかる？彼女は俺を、あなたを憎んで愛している。彼女があなたのことを愛するはずはないんだ。あなたはそれなのに、なぜ早く彼女の命奪わない？時を待っている。嘘だ、あなたは恐れて彼女に愛を拒絶されるの。違う。エリザベーおーい、船が出るぞ。1898年9月10日、ジュネーブ・レマン湖のほとり。それは素晴らしく晴れ上がった日だった。俺は新聞でエリザベート皇后が来ているのを知った。急ぎましょう、スターレ。はい、陛下。船が出てしまうわ。はい。エリザベート。グランデアモーレ。二人きりで泳いで渡ろうよ、愛という名前の深い湖を。
悲しみ苦しみ長い旅路の果てに掴んだ決して終わる時など来ないあなたのお前の愛その瞳が胸を焦がし眼差しが突き刺さる息さえも僕を捉え凍った心溶かすただの少女のはずなのに僕のすべて燃やすたった一人の人間なのに僕を震えさせる返してあげようその命をその時あなたは僕を忘れ去るあなたの愛を勝ち得るまで追いかけようどこまでも追いかけてゆこう愛と死のロンドン
音楽で踊るならこの世終わるその時でもただ一人愛する人と踊るなら全てはこの俺が選ほっ
叫び悪魔の歌は苦しみ人が歌うその歌は私を燃やす愛顔のすべにいる人は知らない悲しみを抑えた微笑みエリザベートの愛は一体どこにあるのだろうこの俺だけが知っている
眼差しが突き刺さる息さえも僕を捉え凍った心溶かすただの少女のはずなのに僕のすべて燃やすたった一人の人間なのに僕を狂わさせるその瞳が胸を焦がし眼差しが突き刺さる息さえも僕を捉え凍った心溶かすただの少女のはずなのに僕のすべて燃やすたった一人の人間なのに僕を狂わさせるその命奪う川にあなたに愛されたいんだいじられた愛のために僕は今踏み出す心に芽生えたこの想い体に刻まれて青い血を流す傷口はあなただけが癒せる返してあげようその命をその時あなたは僕を忘れないどこまでも追いかけていこう愛と死の体に刻まれて青い血を流す傷口はお前だけが癒せるまだ